その位置でいいよ。追いかけよ日本から 1360km 妹海外レース出場 in 中国上海。海外レースで賞金を狙え。どうも始まりました、高倉山選手の妹のイモティでございます。今回はなんと私海外にやってきました。中国の上海に来ました。上海で行われるレースに出るんですけれども、なんとそこでは賞金が出るということで、わざわざ大阪岸和田市から、上海に飛んでやってまいりました。まだ私ロードバイク始めて、ちょうど2年経ってないぐらいなんですけど、今までレース2回出ました。で今回が人生で3回目です。で人生3回目でなぜもうなんで海外挑戦。海外挑戦もうしてる意味わからんよな。大会を泳ぐオタマジャクシです。えぐいな。レース人生3回目でなんと海外進出を果たしましたイモティでございます。はい。で、今回その賞金が出るということなんですけども、今回出るレースが女子エリート組というカテゴリーに出場いたします。いろんなクラスがあるんですけど、そのクラスの中でエリートですかね、一番上のクラスになってます。何言ってとんねんって話じゃないけど、その一番上のクラスでなんと1位の優勝者には賞金日本円で20万円が贈与されます。やばいよな。なかなか日本でないからな。ないないない。1位が20万円で、2位がだいたい10万円で、3位4位ってあるんですけど、それが賞金が出るのがなんと10位まで出ると。目指すのはもちろんこの20万円の1位ですけど、賞金を今回取れるのかどうなんだいっていう話なんですよ。今回出るレースの人数がとんでもなくなってます。日本やったら女子レースって大体もう鈴鹿レースって日本で一番多いんですけど、そのレースでも大体25人とかそうやな、2、30人やな。2、30人が普通なんですよ、女子だけのレースって。で今回なんとレースの人数200人です10倍10倍今まで200人走行なんかやったことないから、女子ってもう集団走行って言ってももう縦一列でこうなるぐらいないけど、もう今回もう横もう私がこう挟まれる状態が多分常に続くと思うんだな。その状態をあんまり経験したことがないから、そもそもまともに走れるかっていう不安はある。か思いっきり逃げるか。アスリート体質なんです。逃げじゃないんです私。頭使って考え。でも私は頭が回らないものなので必死にペダルを回して頑張ります。はい、遅れましたが今回来てるレース会場なのですが、上海の F1 サーキットになってます。ああいう形、紫の見えますか、あれがコースの形になってます。とにかくすごいカーブがもうビビビビビみたいな、漢字の上みたいな形です。カーブもあって、で実際見に行ったんですけど、上りがね 5% ぐらいあって、これ上るんって思うぐらいのやつを走ります。もうね1位狙うなんて言ってません。とりあえずそう私も3度の飯よりお金が好きなので、そのお金のことをもうずっと思い続けて、お金欲しいって思って走ります今回走る距離がだいたい40キロあります。今までで一番長い。1回目のロース、1回目のレース4キロぐらいでした。2回目のロース、2回目のレース2回目のレースがだいたい10キロぐらいでした。で今回40キロと急に伸びんねんな。急に伸びてます。これが悪いところです、ほんまに下準備せずにもういきなり行っちゃうっていう。で私の作戦としてはもう40キロとかもう普段でもあんま走らない距離なので、私にとっては。せやから体力温存をまず第一、もう前に出ろって言われてもちょっと私中国語わからないみたいな、そうやな、日本人やからな。ちょっと分かりませんって言ってフル無視します。昨日入賞してる石井君にちょっと聞きたいんですけど、どういう走りしたらいいですかね
まあ常に10番手ぐらいでずっとアンテナ張っとく、ピピピピピピピ強い人とか弱い人とか分からへんから、分からへんね。そうとりあえずがむしゃらに、そうね、一生懸命レース経験3回目のこの初心者がどういう走りをするんかっていう、そこに注目いただきたいと思います。ということで賞金狙って初の海外レース頑張ってきます。ということでアップ行ってきます。今回カーブがあるからそれちょっと練習しとかなあかんよな。そうやな、慣れとき。遅いけど八の字し保険といてな。いただいてください。シー君からもらいました。はい、謎の中国のサプリもあるけど安心はするけど日本製幸せな日本製そうやな。さあ、未開の地上海でのレースがスタートいたします。実況は私高倉美穂がお送りいたします。なんとイモティ人生3回目のレースにして早くも海外戦、とんでもないスピードで経歴という名の伝説を刻んでいきます。頑張れ。寒い寒い。寒くない？めっちゃ緊張する。それもそのはず、これまで出場したレースは多くても参加者25人ほど。今日のこの大人数はまさに桁違い。イモティはこのコースを6周するそうです。紫早い。間違いなく、ほんま2メーターぐらいに見えんもん。めっちゃ背高い。やばいな。多分180ぐらいある。緊張が走ります。1分钟的时间，所以现场的朋友们，2025拳头骑行盛典请止信全速上赛，让我们进请止信全速上赛，10秒钟准备，现场的朋友，接下来让我们一起倒数5、4、3、2、1。さあスタートしました。この人数の量、日本ではありえません。多すぎる。果たしてイモティは狙っている15位以内に入って賞金ゲットなるのでしょうか。この人数、この迫力、この未知の環境、全てが試される海外レース。しかしイモティならやってくれるはず。さあ運命のレース、どんなドラマが待っているのか。一行は上り区間へと突入します。この上り坂、コースの中では最も斜度が高く、そしてイモティが最も苦手とする最大の難所です。現在イモティはおよそ25番手、大集団の中ではしっかり上位をキープしています。そしてこの上りを終えた直後には下りカーブ区間が待ち受けています。そのためイモティは上りではあえて無理をせずに回り手を少し下げ、得意とする下りで一気に順位を上げる作戦、苦手区間では省エネ、得意区間で攻める、これがイモティ流のレースマネジメントです。さあこの作戦がハマるのでしょうか。そしていよいよ一行は上り区間を終え、待ちに待った下りカーブへと突入します。ここはイモティの大得意分野、恐れを知らないコーナリングテクニックが光る場所です。しかしイモティ、やはり人数が多いため追い越せていません。おっと、ここで前の方がまさかのアタックに出ました。いやいや、まだウォーミングアップ的な雰囲気ありましたよ。なんとも早くも勝負に出てきました。そして今回このレースに挑戦しているイモティ、なんと数あるクラスの中でも最上級者が集うエリートクラスでの参戦です。初海外にしていきなり頂点にぶち当たっていくスタイル、これはもう強気とかそういう次元ではございません。さあ序盤からいきなり波乱の予感がプンプンしております。現在イモティは約40番手あたり、位置取りとしては絶妙です。しかしこの感じ、逃げの集団ができそうです。逃げが 3,4 人程度なら後ろの大集団が協力すればまだ追いつく可能性は十分にあります。大集団で走ると前の選手が風よけになり、後ろの選手は体力を温存しながら走れる、チームワークで風と戦うというわけです。前を引く時間が長くなり疲れが溜まってしまう。
だから少人数の逃げは捕まりやすいんですね。しかし逃げの人数が多くなると話が変わってきます。今度は右側も空気抵抗を分担できるわけです。そうなると後ろの大集団でも簡単には追いつけない。さあイモティどう動くのでしょうか。さあレースは3つの隊列になっています。先頭4名が逃げ、その後ろを3名が追いかける、そして少し離れてドドンと構える大集団、そしてイモティはその大集団の前の方に位置しております。おっと、ここで後方から青色のジャージの選手がスルリと前方へ一気に加速して逃げに追いつこうとしています。その動きを見逃さなかったイモティ、すぐさま反応し同じように前へ、逃げるなら一緒に行くぞという構え。しかしイモティ、ここで得意のこすい考えが浮かびます。狙うのはこの前の選手、ピンクのタイヤの選手です。この選手の後ろについていけば体力を温存したまま先ほど飛び出した選手に追いつけるのではないかという考えです。さあさらにここでイモティ、岡田選手にも協力を仰ぐためにしっかりとハンドサインで前に出てくれと合図。この女、肝が座っております。自分がどれだけ楽に進めるかだけを考え、周りを利用する計算高さ。しかしこれも戦略の一環です。レースだからこそ通用する技です。そう、これが練習会なら完全に嫌われています。しかし今は本番、全員本気です。ハンドサインを出したからといって必ずしも従う必要はありません。それがレースの世界。イモティは冷静に前方の状況を見極め、足を温存しつつ他選手を巧みに動かしています。さあ後方集団も活気づいてきました。他の選手たちも次々と前へと出てきます。おっと、ここで先頭の誰かがアタックを仕掛けたようです。一気に集団の流れが変わる予感。イモティ、ここは迷わず自力で前へポジションを上げます。そしてついに先頭集団がゴールラインへと戻ってきました。おっと、先頭の選手、なんと自転車を乗り下しすぎてハンドルに肘をかけています。本来なら日本のレースでこんなフォームを取れば注意されるところですが、ここは中国。早ければ何をしても許される雰囲気、つわものの雰囲気が漂っています。そして負けじと後方集団もやってきました。スピードを上げ一歩ずつ差を詰めていきます。先頭集団との差は26秒、まだ決して手遅れではありません。このタイミングなら十分に先頭回収できるチャンスがあります。さあイモティが後方集団から前にかかり、現在は2番手に浮上。その表情、その動きから明らかに率先して先頭集団を回収したいという考えが見えます。もうちょい。さあここでカメラマンであり激強ロードバイカーの石井君から一言、もうちょい。なるほど、確かにイモティ先頭集団に追いつくまでもうちょいの位置。しかしちょっと待ってください。この激強ロードバイカーの視点からのもうちょい、まさか1周を終え残り33キロ以上もうちょいと言っているのでしょうか。さすが石井君のロードバイクの感覚、精神力が違います。さあ残り5周、まだまだ長いですがイモティの熱量は最高潮です。先頭を吸収するべく力をためています。さあここで先頭の1番手の選手がコーナーで速度を上げてきました。そしてイモティも集団の2番手を追い出して前へ。そして1番手の選手、かなりのパワーで踏んでいます。イモティここでどうするのでしょうか。自力で前の選手に追いつきに行くのか、それとも後ろの選手も意識して足を温存するのか。イモティ後ろをちらちらと確認しています。ここでピンクのジャージの選手がイモティの前へと出てきました。絶好のチャンスです。彼女を盾にして風という見えない矢から身を守りながら前方へと逃げていった選手に食らいついていく作戦です。そしてとっさの判断からピンクのジャージの選手をパスしていきます。ここは体力を惜しまずまさに勝負どころと判断したか、さらに黄緑色のジャージの選手にも追いつきました。そのまま加速し追い越します。逃げ集団への追走、主導権を握っています。後方をちらりと確認し手で合図をします。今の皆さんご覧いただけたでしょうか。指先一つわずかなジェスチャーに凝縮されたあの苛立ち。声かけよ。イモティアドレナリンギンギンです。周りはほぼ中国人。その中でただ一人イモティ関西弁でガンガン声をかけていきます。言語は違いとここは同じ土俵、スポーツという共通の言語が通じている。イモティの気迫、その空気感を理解した選手たちが前へ飛び出していきます。国籍も文化も関係ない、ただ勝利のためみんなが一つになる瞬間です。し
かしイモティバカなんでしょうか。ロテをしようと言いつつずっと前を引き続けています。もっと後ろを確認するべきです。見てください、この集団長い縦一列になっています。本来なら隊列の後方で足を温存できるはずなのに、なぜか一番風を受ける位置に居続けます。これは戦略なのかイージーなのか、それとも単なる不器用さなのか、この選択がどう響くのか。レーサーはもうすぐ2周を終えようとしています。ここで先頭がゴールラインへと戻ってきました。そしてイモティの後ろから黄緑色の選手が飛び出します。そしてここで180度ターンに参ります。おっと、ここでイモティ疲労のせいかコーナーのライン取りをミスりエンス的に乗り上げてしまいました。そして奇跡の体幹でなんとかこらえています。えぐい。そして先頭の1番選手、ここで勝負をかけてアタックに入りました。このタイミングでのアタック、イモティにとっては地獄です。なんとかここで根性で前に追いつきました。そして先頭集団の7名がゴールラインへとやってまいりました。イモティかなりきつそうな表情をしています。なんとエンス的に乗り上げてヒヤッとしたところ、いきなりアタックをかけられるという地獄を味わいました。さあ集団は最終コーナーを曲がり、イワシの群れのようにゴールラインへと進んでいきます。これは紫色のジャージの選手、かなり踏んでいます。イモティも空気抵抗を受けすぎないいい位置についています。逃げ集団との差は1分5秒差。その位置でいいよ。カメラマンの石井君からもその位置でいいよと、空気抵抗をあまり受けすぎず、なおかつアタックにも反応できそうなこの6番手あたりを走れという指示がありました。そう、基本的に本能だけで走る脳筋ライダーイモティ。判断状況、レース展開、そんなものは脚力にねじ伏せるタイプ。もしイヤホン越しに状況を冷静に分析してくれる参謀がいたら無双状態になれるかもしれません。しかし現実は甘くない。レース中助けてくれる声なんてどこにもありません。判断を誤れば一瞬で置いていかれる世界です。自分の足で進み自分の頭で走る、それがイモティに課された真の試練かもしれません。さあ下りのカーブはイモティの得意領域。焦らず無理せず、それでも体勢を低く保って風を切り裂くように、さあイモティが1番手に浮上と思ったその瞬間、イモティの左側から鋭いライン取りで飛び出してくる選手、そのまま先頭を奪われました。イモティすかさずその後ろにつきます。先頭の選手エアロポジションで強烈な加速。さあここでレースの背景をおさらいしましょう。これまでの2戦、第1戦約4キロ、第2戦約11キロ、どちらも短距離。イモティはその度アタックが起きた瞬間に反応、とにかく力でついていくというノーキー戦法でなんとか戦ってきました。しかし今回は全く違う。初の40キロロングレース、今までの本能任せが果たして通用するレベルなのか。残りはまだ4周。しかしさすがは8クラス、常に誰かがアタックを仕掛け足を休める暇がありません。スタミナは持つのか、集中力は続くのか、そして脳筋双方の限界はどこだ。イモティはまだ心は折れていません。前を睨みその背中を必死に追いかけています。さあここでイモティ後方を確認します。気づきました。まだ後ろにはしっかりと大集団が控えています。そしてここでイモティやっと判断しました。ついにです。イモティに引く勇気が芽生えました。これまでのレース展開、アタックが起きても誰かが必ず吸収してくれていました。それを見てイモティ理解し始めました。そう、本来のイモティが一番心地のいい場所は6番手あたり。風も避けられ危険も少ない理想の場所です。イモティ本当は分かっていました。しかし自信がありませんでした。初めての海外レース、初めてのロングレース、そしてちょっとした判断の誤りがラクシャーリタイアに直結する世界。その恐怖とプレッシャーを抱えながらも最上級のクラス、エリートクラスで15位以内に入り賞金を狙うという無謀とも言える挑戦に踏み出しています。さあここで先頭集団が戻ってきました。7名のはずですが、おっとここで1人遅れかけています。さすがは先頭集団、ありえない速度でゴールラインを突っ切っていきます。さあイモティ5番手前後をキープしています。おっと
とここで左側から強烈なアタックが仕掛けられました。周りの空気感が一気に変わります。そしてイモティ、これはもう本能で追いかけています。そして先ほど縁石に乗り上げて事故りかけたコーナーに差し掛かります。派生を生かし最短ではなく安全かつ速いラインへと修正。ここでアタックした選手に追いつきました。しかしイモティが背中を捉えたその瞬間、またもやアタック。逃げ集団に追いつく覚悟を感じます。それを察したイモティ、ここは追いかけないとやばいと思い、前のピンクのジャージの選手を縦にしながらも必死に追いついていきます。先ほどアタックが起きた瞬間、イモティの体が反応するより前に記憶が胸の奥を締め付けました。前回のレース、スプリント勝負ではなく途中のアタックでちぎられたイモティ、あの敗北、あの無力感、あの悔しさ、もはやトラウマになっています。逃げられたら終わり、離されたら何も残らない。イモティの脳裏で本能が叫び声を上げています。そして集団は再びゴールラインへと帰ってきました。周回を重ね疲労は確実に蓄積しているはずだが、イモティはなんと現在3番手。しかし視線を少し後ろに向ければまだ大量の選手が潜んでいます。足をため隙を伺いタイミングを見極めている者たちばかり。彼女らもまだ体力を残していそうです。さあ逃げ集団との差は3分23秒。あと3回体力温存して。カメラマンの石井君から冷静なアドバイスが飛びました。その言葉に従いイモティは少しずつ後方へポジションを下げる判断を取ります。残りはあと3周、距離にしてまだ20キロ以上。そう、ここはまだ中間地点です。しかしイモティの心の中ではこの思いがこだましていました。はい、終わってくれへんかな。そう、正直に言えばもう体力なんてない。すでに20キロを超え何度も繰り返されたアタックへの即反応、そして休む暇もなく前方を維持し続けました。呼吸は荒く足は乳酸で満たされ、握るハンドルには力が入りません。明らかに疲労困憊のはず。しかしイモティ、足を踏みやめない理由があります。そう、賞金です。お金のために走ってます。この女1位でなくてもなんとか15位以内に入れば賞金を獲得することができます。そう、こう見えてイモティ、自分を磨くことには一切妥協しない女。松江区エステネイル最新美容液。月末になると通帳が震えている。美容に全振りして金欠でも綺麗でいたい。だからこそ今日ここで勝つ。足が痛い、知らん、金が欲しい。苦しみが襲うたび頭の中の計算機が動き出します。乳酸すら金の匂いでねじ伏せる。レースはまだ15キロ以上残っています。だがイモティには背負っているものが違います。欲望フルスロットルのイモティ、まだまだここでは引きません。さあ集団はすでに3周目の終盤へ。見てください、このスピードの伸び。序盤とは比べ物にならない。明らかにペースが上がっています。ここで前方のピンクのジャージの選手がシッティングのままじわじわと加速していきます。そしてイモティはその変化を脊髄で感じ取ってしまう。考えるよりも先に反応してしまいます。感じた瞬間にはもうすでに踏んでいます。理由なんてもうありません。アタックイコール大物、それが彼女の体に刻まれてしまっています。さあイモティはコーナーをクリアし、ピンクのジャージの選手どうやら吸収される流れ。イモティもようやく胸をなで下ろします。だがレースはそんな余裕を与えてくれません。今度は緑のジャージの選手がアタック。やむことなき波状攻撃、まさに地獄のレース展開です。そして当然イモティ反応してしまいます。体はもう限界に近いのにトラウマが彼女を突き動かします。ここで離れてしまってはいけない。しかしこれは確実に足を、体力を、精神をじわりじわりと削る行為です。それでもイモティは踏み続けています。そして先頭集団帰ってきました。おっと、ここでも熱い戦いが繰り広げられていそうです。そしてその後ろ大集団が帰ってきました。イモティ現在3番手、残るはあと2周です。イモティ先ほどのアタックの連続によりかなりきつそうな表情。しかし足を止めた瞬間、賞金は消えます。美容代も消えます。イモティの未来がよどみます。いいよいいよいいよ。さあ集団は上り坂へと突入し、上りが得意ではないイモティはだんだんと後方へと落としていきます。
も分かるようにこれは限界寸前です。呼吸は乱れ、視界は少しずつよどんでいることでしょう。しかし残りはあと2周。果たしてこの体力で最後まで持つのでしょうか。だが忘れてはいけません。イモティは大阪から上海へ見知らぬ地へ乗り込んできました。言葉も通じず不安もつきまとい、それでも挑むと決めた初海外レース。ここで手ぶらで帰れません。賞金の2文字がイモティを前へ押し出しています。しかし驚くことにイモティは2年前までスポーツとは無縁の存在でした。夢中だったのは音楽でした。高校の入試は筆記試験よりも大切なベートーベンソナタ第5番。大学の入試は共通テストはなく、ショパンの滑稽エチュードとベートーベンソナタ6番全楽章を弾きました。そう、汗ではなく音符を身にまとっていました。そんな彼女の人生を変えたのは兄のお下がりのロードバイク。兄がサプライズで用意してくれたイモティ専用に組み替えられたロードバイクが全てを狂わせました。気がつけばどこまでも走りたくなっていました。この心地よい風が心を奪ってきました。そして2年前には予想すらできなかった姿へ表変しました。今年の1月、初レースでまさかの優勝。周りは騒ぎ始めます。兄弟揃って才能あるんちゃう、次も勝つやろ。期待は武器にもなりますが、同時に重くのしかかる鎖にもなります。そして今回何を思ったのか、人生3回目のレースで海外遠征、しかも上海、しかもロングレース、しかも賞金狙いです。イモティにとって常識、それはもう丘の対バンに置いてきてしまったようです。普通のメンタルでは到底踏み込めない領域、それをイモティずかずかと踏み込んでいきます。さあイモティ現在は5、6番手をキープ。逃げを狙う動きがあれば即座に反応できる、そんな絶妙なポジションに身を置いています。しかしここまで30キロ以上の道のり、アタックがかかるたびに必ず反応し続けてきたイモティ。そろそろ集中力が落ちてもおかしくない時間帯です。ここで最も怖いのは集中の途切れによる落車。もちろん疲れているのはイモティだけではありません。周囲の選手たちも等しく足を削られています。いっそ集団後方へ下がって休むという手もありますが、そこにはまた別のリスク、大集団特有の落車に巻き込まれる危険性が潜みます。前にいれば風を受けますが、後ろにいればトラブルに巻き込まれるリスクです。このロードレースという競技は常に選択とリスクが表裏一体になっています。さあ映像では伝わりにくいかもしれませんが、明らかにペースが上がっています。そして現地の空気が変わり始めています。周りの選手たちの表情、もう誰も余裕の笑みなど浮かべていません。そう、目の前のライバルだけではなく自分自身との戦いが始まっています。ピリピリとした空気、イモティもそれを感じ取っています。さあカメラが切り替わり、なんともう先頭集団が戻ってきました。凄まじくのスピード、このペースアップには驚きを隠せません。そして情報が入ってきました。後方の大集団とはなんと3分以上の差。これは大集団で追走しても簡単には縮まらないタイム差です。どうやら本日の優勝争いはこの逃げ集団でほぼ確定でしょう。しかしこちらも熱い戦い。イモティ隣の選手とぶつかりそうな距離感、ミリ単位の攻防、これは危ないです。さあ危険を察知したイモティ、ここは一旦後方へ冷静にポジションを下げて体勢を立て直します。さあイモティ表情が明らかに変わってきました。かなりきつそうな表情。そして足に力が入っていません。踏むたびに上体が左右に揺れ、なんとか前へ進もうとしています。さあ勝負のカーブへと突入します。イモティ外側のラインを大胆に選択し、順位をぐぐっと押し上げていきます。そして周りの選手も負けじと体勢を低くペダルを力強く踏み込みます。この選手の後ろ姿からも分かるようにかなりペースが上がっています。ここで先頭の選手がさらにペースを上げてきました。集団を引きちぎろうとしているのが分かります。イモティ現在5番手あたり、前のラップでは3番手あたりに位置していたためダッシングで必死についていく必要がありましたが、現在は落ち着いてそのスピード感についていっています。この2人前が変わるだけでこれほど走りが楽になるとは、ロードレースの奥深さがよく分かります。そして最終コーナーを一列うねるように抜けてきました。
ください、この動き。前の選手が動くと後ろの選手もそれにひっつき、まるで1匹の巨大な蛇のように見えます。空気抵抗、それこそがこの競技の最大の敵でもあります。さあ後ろからどんどん選手が押し寄せてきました。疲労が見え始めた前方集団に対し、後方の勢いある選手たちが一気にポジションを奪いに来ます。わずかに行くラインを間違えれば命取りの密集状態です。さあついにラスト1周の鐘が鳴り響きます。残りおよそ 6.6 キロ、まだ人生初のレースの時より長い距離が残っています。しかしあの頃のイモティとは違います。雨の日も風の日も倒れそうになりながら続けた練習、トレーニングが過酷すぎて体調を崩して泣き込んだ日だってありました。さらに同時並行で筋トレもしました。力をつけるために体を作り変えてきました。ここで負けるわけにはいきません。泣いても笑ってもこれが最後です。目の前に立ちはだかるラストの上り坂、足は重く呼吸は焼けるように苦しく、視界もかすんでいきます。でもイモティは前へ進むことだけは絶対にやめません。ここからが本当の勝負、イモティ魂のラストスパートです。さあ左後方から選手が勢いよく飛び出してきました。イモティも全身の力を振り絞りながらその動きに反応していきます。しかし表情からはもう限界ギリギリ、苦しさがはっきりと浮かび上がっています。イモティだんだんと追い越されていってしまっています。しかしまだ終わりません。ご覧ください、このコーナー。他の選手たちはコーナーで足を止めスピードを落とさざるを得ないところ、外側からスムーズにラインを描きペダルを回し続けています。その結果前との間隔をぐぐっと詰めることに成功いたしました。技術と判断と走りでまだしがみついています。そしてさらに風が強く吹き荒れてきました。イモティ下ハンドルに握り替え、少しでも空気抵抗を減らすための防御姿勢に入ります。しかし足にはもう力が入っていません。上半身まで総動員してもう泣き出しそうな足を無理やり回しています。そして集団は一時的に団子状態になりました。強風のあまり全員のスピードが落ちてしまっています。選手たちに蓄積されるダメージは膨大。そして残り1周というのもあって右集団には追いつかなくともこの集団の1位を取る争いが始まっています。ですのでポジション争いも同時に行われています。おっとここでピンクのジャージの選手がアタックです。イモティのすぐ後ろから追走選手たちが次々と飛び出していきます。残りはあと半周、ここで逃げを許せば終わりです。全員がピンクの選手を追っています。しかしイモティ判定を落としていきます。イモティここは自ら追う必要がないと感じたのか、いやそれとももう体力がなく追いかける足が残っていないのかもしれません。イモティ現在10番手前後、もはや漕ぎ方が限界を超えています。足は完全に悲鳴を上げています。しかしこの感じ最後のスプリントに持っていけるのでしょうか。前回のレースでも途中までは絶好調だったもののアタックに反応しすぎて最後のスプリント勝負には持っていけず1人寂しくゴールラインを通過した経験があります。その時イモティは誓いました。絶対に何があっても最後のスプリント勝負には加わると。その誓いが今体を動かしています。危ない。バランスを崩した選手が隣の選手にぶつかりそうになっていました。まさに間一髪の瞬間です。そして前方の選手、ピンクのジャージの選手を追いかけます。イモティの隣にいる選手も追いかけそうだととっさに判断し、その選手を盾に追走をかけます。ピンク
ジャージの選手をなんとか吸収することに成功しました。しかしちょっと待ってください。すぐさま再アタックです。残り約2キロ。ここから単独逃げ切りを狙う動き、脚力もメンタルも化け物級です。そして集団は縦一列になっています。これは集団の速度がかなり上がっている証拠でもあります。ピンクのジャージの選手まだ逃げています。凄まじいガッツ。彼女も勝利への執念だけが体を動かしています。もうイモティは番手を落としていきます。もう一人、さらにもう一人と順位を落としていきます。ゴールスプリントに備え足をためようとしているのでしょうか。ピリピリとした空気感が漂っています。さあ、先頭集団の7名が凄まじい勢いでゴールラインに戻ってきました。見事なスプリント。しかし我々が見ているのはまだまだここから実質8位争いが始まります。またこの集団の中で8番目以内になればイモティの目標である賞金獲得が約束されます。おっと、後方からまるで影のようにスルスルとスピードを上げて進んでくる選手たち。その勢い止まりません。風ももう関係ありません。賞金をつかむために各々が牙を向き始めました。イモティ一気に15位まで順位を落としてしまいました。危ない。隣の選手がバランスを崩しイモティに倒れかけそうになりました。もしあと1センチ近ければ大落車確定です。しかしイモティとっさの体さばきでギリギリのところで回避しました。奇跡としか言いようがありません。ここは戦場。感情に咲く余裕は一切なしです。相手を憎んでいる暇などありません。ゴールまで残りわずかです。イモティは現在13番手あたり。肉体は限界を超えています。さらに先ほどの間一髪、精神的にも大ダメージです。さあ、左方向から黄色のジャージの選手が出てきました。勝負を仕掛ける動きのように見えます。イモティは即反応。その後ろに張り付きます。しかし黄色のジャージの選手も体力の消耗と向かい風によりなかなか集団前方に行けません。しかしイモティの表情から何か違ったものが伺えます。何か企みでもあるのでしょうか。そうです、イモティはここを狙っていました。そして一気に加速。イモティ現在3番手。さあリプレイです。今までの周回の中でイモティは他の選手より早くコーナーを曲がれることを知っていました。だからこそ先ほどのストレートで焦らず風をよけ足をため獲物を狙う虎のように潜み続けました。イモティついに勝負の舞台に戻ってきました。イモティ人生3回目のレースにしてミシュラン内上海での初の海外レース。日本ではありえない100人を余裕で超える参加人数です。しかも最も難易度が高いエリートクラスに出場。さらには賞金を狙うという無謀な挑戦。さあ後ろからの選手たちが押し寄せてきました。この選手一人一人に込められた思いがあります。一人一人にドラマがあります。さあ最終コーナーを曲がります。残るはラストスプリント。これまで積み上げてきた日々、削り続けた体、燃やし続けた魂。さあここからが全てをかけたスプリントです。
超えました。15位以内に入れたのか、賞金をつかめたのか、順位の結果を待ちましょう。だがその前にまず称えたい、よくここまで走り切ったイモティ。最も苛烈なエリートクラス、100人を余裕で超える選手たちが入り乱れる嵐のようなレース。途中ではあと1センチで落車が起きそうな場面もありました。それでも止まらず前へ前へと食らいつきました。これは間違いなく無謀な挑戦でした。けれどその無謀がイモティが本当に望んだ道。ただ勝つためだけではなく、ただ順位を求めるわけではなく、挑戦するその姿を誰かに見てもらいたい。その姿で誰かを勇気づけたい。誰かの心に火を灯したい。その思いを胸にイモティはゴールラインを突き抜けました。結果がどうであれ、イモティの挑戦はここで輝きました。お疲れお疲れ。前にもう6人7人ぐらいいたな。それぐらいおって、でそれで5位とかやったかな、集団では5位やったから10何位か20位以内には入ったと思う。集団もなかなか速くて、最初4人ぐらい離れた時、4人かな6人ぐらい離れた時に、あ、やばい追いかけなと思って回そう回そうって日本語で言って、伝わった？ややややみたいなそらみたいな、そらそうやろ。そうお前が回せみたいな感じで多分言われてほんで2回ぐらいからこけそうになった。マジで1個目はカーブ私結構人より冷めたねんや。1人だけこう外から行って、足回しながらイン行ってでやって行こうと思ったんやけど、途中なんか180度ターンがあんねんな。そこで車で言ったら音がワンワンワンってなるところわかる？タイヤのグリップ限界の時。そう線あるやんか。ここな線のガタガタ道なって黒いなんかゴムみたいなガタガタ道なんか、そこ乗り込んでおっとってなった。でもう一つは最後の最終回、もう位置取りがすごくて人数結構おったよ集団。めっちゃおったし、で最後今までずっと一列やったんやけど、もうみんな位置取りたいっていうので30人ぐらいの塊だったね。でそこで中に挟まれて危ないみたいな、わーみたいな、もう叫ぶしかないやろ。叫ぶしかない。通じへんから。そう叫ぶしかない、わーとか言って。そうそう。ほんでなんとか回避した。でも集団走行はまあ危険やけど楽しいね。楽しい。ワクワクするよね。ワクワクする。なんかやっぱこういう後ろ来てないかなみたいなのを確認したりとか、なんか前の動き大丈夫かなみたいなを確認したりとか、やっぱこう思うことがすっごい多いから結構頭使うよね。ロードレース疲れる疲れるよね。疲れる、頭も疲れるし、もちろん体も疲れる。でまあ最後もヘトヘトで、もう多分映像見たら分かるけど鬼の形相で走ってました。いやお疲れさん。ありがとうございます。とりあえずちょっと何位やったか確認してきます。はい。はい、ということで私の着順が決定いたしました。賞金が出るのがなんと1位から15位まででして、私の着順なんと私の着順なんと13位でした。獲得やな。よかった。まだよかった。マジで最初オープニングでは1から10位までと思ってたね、賞金が出るのは。でもレース直前で15位までって聞いて、15位からほな頑張ろうってたぎって13位だったので、300元日本円でだいたい6000円が送られることになります。はい。では表彰してもらえるんですか？お渡しします。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。賞金ゲットです。ほんまよかった。よかったな。マジでよかった。海外レースで賞金狙え、人生3回目のレースでしたが、なんとかクリアできました。すごいわ。でも3回目やん。いや人生3回目を大会を泳ぐオタマジャクシさせてもらってます。お疲れさん。で
でちょっと振り返ってみてレースつくやん、人多すぎて実は足震えてた、手も震えてた。寒かったんじゃないんや。寒いじゃないねん、思ってる倍緊張してて、ピアノの発表会かと思った。ほんまにもうマジで手震えてて、でたまたまその横の選手がもうバカでかい人やって、そうやな、右前な。180超えのベリーショートのイケメンやってもうあこんな人と私一緒に走るんやみたいな。でスタートして全体で6周あったんですけど、3周の時点でまた3周ってなった。だいぶきつかった。3周の時点で何が一番きつかった？足。足というよりやっぱここら辺心拍。長い距離普段乗れへんから40キロでもやっぱりきついなっていう。慣れてない。慣れてないね。もっともっと長い距離乗らないといけないなって思いましたね。あそこやっぱ反省点。でも意外とそんな争い合うこともなく、もうクリーンに。あとは言葉が通じひん。あれローテーションとか言うけど分からへんね。あんまでも叫ばへんけどな。そうやな。まあ叫ばへんな。でもいろいろ喋ってたねみんな。あ、そう。あれ俺やみたいな言っても分からへんから。言ってるか分からんからな。どういうことみたいな。常に挙動してる。そこの意思疎通が難しかったね。だからもうとにかくハンドサイン、私ここ行きたいですみたいな、とか横でちょっと当たりそうになりましたやったらうわーみたいな、言語ではない何かを常にジェスチャーな。そうジェスチャーってそれで伝えやと、まあこれこそ海外で走る意味でもあるかなと思って、そこが楽しかったね。お疲れさん。いやーマジできつかった。もう集団の中でもうずっと先頭にいちゃって、でももうそれはなんでかっていうと、途中アタックがあった時に中切れって言ってこう集団がこう分裂しちゃうっていうのを中切れって言うんですけど、それが起こるんちゃうかって思って前にいとかなきゃって思っちゃったの。こう後ろにおる自信がなかった。でそれで、まあ、もう集団のもうずっと3番手とかで6周中もう5周ぐらいずっと前で追ってしまったせいで、なかなか最後のスプリントが踏めなかった。まあまあでもいい判断やと思うで。前にいるっていうことが経験できたから。そうね、あとはねコーナー自分いけるやんって思った。それのおかげでなんとか13位に入れたね。最後すごいカーブのところってなんで笑ってるの？中国の人らだけやねん下手なの。コーナー日本帰ったらあんまり自信持った方がいい。まっすぐな道が多いらしいからコーナー苦手な人が多いらしい。コーナーの練習をする機会があんまりないんや。あ、じゃあその調子に乗んだかすって感じですね。遠回しに言うとわかりました。ちょっと精進します。すいません。お願いします。1位やったら言っていいことは13位の下僕が言うことではございませんでした。すいませんでした。まあそのおかげもあって団子状態でもうみんなが位置取り争いしてたところで最後コーナー曲がってでそれでスプリントみたいな感じやったんですけど、そこのコーナーで私も30番手ぐらいやったんですよ、そのコーナーの前は。でももう一気に3番手みたいな。でそれがまあいい判断やったかなと思いますね。でその後はもう一生懸命スプリントしたつもりがいろいろパラパラパラって抜かされながら、まあ、ギリ賞金は獲得したという結果でございました。日本で賞金もらえるレースってまずない。アマチュアでは確かに全然ない。やっぱ中国の自転車人口の多さに驚きましたね。ほんで会場もお祭りみたいやし、すごいなんかあ日本廃れてるなって思っちゃった。規模が全然違うもんね。規模全然違うマジで。賞金レース作ってください。私がいつか主催する側にもなってみたいと思ってる。やし私はそのめちゃくちゃ競い合うとかじゃなくてもなんかサイクリングイベントとかでもっと優しいのをやりたい。楽しく走れたらね。そう楽しく走るっていうのを広めたいって思ってるから、そういうレースももちろん楽しいけど、そのもっと前の自転車に乗るっていうまず最初のところをもっと裾広げていきたいなって思ってます。頑張ろうでこういう私のレース出てる姿を見てもらって、あ
レースってこんなこともできるんやとか、あ、楽しそうやなっていう、そういう風に思ってもらって、でちょっとレースにちょっと踏み込んでもらえる人が増えたらなと思って安心してます。イモティ人生3回目のレースながら海外進出いたしました。今回、こう呼んでくださったサンロードさん、ありがとうございました。私このウェアちょっと気に入ったんでパクらせてもらいます。よう頑張ったなって思う方は高評価、引き続き応援よろしくお願いいたします。それでは今回は、上海からお送りいたしました。さよなら、バイバイ。